これで、仮面ライダーガッチャードスチームホッパーになります。これで、アッパレブ指導になります。これで、アントレスラーになります。ほんと自分の好きなように、こうやって組み合わせられる。いや、おもろすぎるってこれ。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。仮面ライダーガッチャードより装着変身仮面ライダーガッチャード1スチームホッパー&アッパレスケボー&アントレスラーです。それでは見ていきましょう。ということで、今日ね、こちらのバルバラッシャーも発売日で、その動画も出してますので、よかったら見てみてください。ついに来ました。この懐かしすぎる名前、装着変身っていう芯がちょっと新しいっていう方の感じになってますけれどもね、結構箱が大きくて、で、見てください。ほぼこのサイズ。こんなに大きいんですかっていうね、はい、ところなんですよ。はい、ポージング自由。はい、っていうね、ちょっと結構個人的にこのガッチャードのおもちゃの中でめちゃくちゃ期待している、おもちゃとなっております。じゃあちょっとね、開けていきましょう。さて、中身。どんな感じ？あれだ、透明のプラスチックだ。いや、大きい、結構。すっげえ。想像よりめちゃくちゃ大きい。ちょっと取り出していきますか。中身を取り出すとこのような感じになっております。この素体のボディと、あと、ワイルドモードの、はい、この状態と、あと交換用手首と武器のガッチャージガンが入っております。それでは、一個ずつ見ていきましょう。まずは、こちら、はい、素体のボディから見ていきましょう。こんな感じです。このオレンジとシルバーの塗装が、基本的にされてるっていう感じですね。はい。で、はい、次、こちら。ワイルドモードの、この、スチームホッパーですね。いや、これは第1話で、この最初にこの人型じゃなくて、こっち、バッタの方に変身してたんで、めちゃくちゃ印象に残ってますよね。で、この、ちゃんとさ、足が6本。1、2、3、4、5、6。で、この後ろの足が大きいっていうのもしっかりと再現されてるっていうね。しかもこれ動きますから、足。こうやって、ボールジョイントで。こっちも、ほら、めちゃくちゃ動くんで、そういうところもね、素晴らしいと思います。で、さらに、この、顔も動くし、口開くっていうね。ほら、すごいよね。じゃあちょっと合体させていきましょう。まずはこのパーツをいろいろと取り外していきます。はい。こうやってね。で、このベルトの部分は、これシールですね。はい。で、ここも外してあげて、で、結構バラバラにしてあげると。で、そしたら、合体させていきます。まず足ですね。このすねの穴があるんですけど、そこに、これを差し込んであげると。はい。で、ちゃんとこの、はい、こんな感じで。やってあげて、反対側も、はい。こんな感じで、こうはめ込んであげると。はい。で、はめ込んであげて、はい。で、足 OK。次、ベルトを、こうやって、はい。つけてあげて、で、腕も、ここに穴があるので、ここに、はい。差し込んであげると。はい。はい。で、反対側も、この穴に差し込んであげましょう。はい。で、ここ、真ん中の穴に、この体の部分を差し込んであげて、で、いや、ここからめっちゃ好きなんですけど、見て、ここ、胸の部分を自分でこうやって開く。で、この炎がね、こう湧き立ってるっていう、これもシールです。いや、このさ、自分でこうやって変形させるっていう要素があるっていうのが、本当に素晴らしい。はい。で、この足をこう沿わせてあげて、体に。で、後ろに、このマントを取り付けてあげて、で、最後頭ですね。ここにこうかぶせて、はい、上げて、こうやってあげれば、はい、これで、仮面ライダーガッチャードスチームホッパーになります。どうでしょうか。
いや、素晴らしいよ、本当に。ちゃんとね、ワイルドモードのパーツをこう余したりせずに、余剰パーツなしでしっかりと全部合体させて、こう、ね、ガッチャードにしてるっていうのが、いや、もう素晴らしい、これは。ちょっと見ていきましょう。こんな感じになってます。この、ちゃんとシールもこのスチームホッパーのシールになってるし、色もこのスチームライナーと、ね、ホッパー1の色になってるし、各種細かい塗装もあったりとかしてこう再現されてるっていうね、すごい。でさらにすごいのが、この状態でも見て、ほらここちゃんとこのアーマーがこう膝とちゃんと連動するようなこう可動ができるっていう、この足もねこうやって、はい、ちゃんとこう動くようになってます。はい、でこうやっていろいろポーズを取らせたりとかすることができるっていうのが本当にすごい。これやっぱアーマーをつけるとこう可動なくなったりするおもちゃとかも結構あるんですけど、これはその可動も殺さずに、こうちゃんとこの体も回転するしね、はい、っていうことをねちゃんと両立してるのが本当にすごいと思います。でこの手首を外して、例えばこの手首、この外したりつけたりするのも簡単ですね。はい、こうやってガッチャー時間を持たせてあげたりとか、反対側この拳を外して、例えばこの開き手、この開いてるやつにしてあげることもできるので、さらにこうポーズのね幅が広がるんじゃないかなっていう感じになってます。はい、こうやっていろいろねポーズを自分で取らせてあげることができます。いや、いいね。本当にこのちゃんとアクションフィギュアとしてもちゃんと遊べるっていうところ、はい、素晴らしいと思います。それでは次はこちら、アッパレブ指導のワイルドモードですね。はい、これちょっとねこのちょっと外れ結構アッパレブ指導が結構こう外れやすい気がしますね、個人的に。なのでまあなんだろうな、こう煩わしさ的なのはあるっちゃありますね。はい、こんな感じで、ちゃんとまとまるときはまとまります。こんな感じで、この、はい。で、このシールになってますね、ベルトの部分。で、このローラー、タイヤがついてるので、こうやってコロコロさせて遊ぶこともできます。じゃあこれちょっとね、はい、合体させていきましょう。まずは、このバラバラにね、まずはしていくと。で、これも外してあげます。そしたら、くっつけていきましょう。まずは、すねに、これをこうくっつけると、はい、反対側もすねをくっつけると、はい、でこのベルトを、はい、ここにつけてあげて、この足ですね、この足を下から、はい、つけてあげますと、はい、またさっきのねホッパー1、あれかスチームホッパーとはちょっと違ったね合体方法となっております。これはこの胸の部分をこうやってそうだ、これくっつけるときちゃんとこの肩の位置を把握してないとこう取れるんだ。はい、でちゃんと取れてもね付け直せるんで、はい、こうやってくっつけてあげます。で、はい、例によってここパカッと開く、これいいですよね本当に。はい、で開いてあげて、最後ここ、はい、上からかぶせてあげれば、はい、これでアッパレブ指導になります。いや素晴らしいですね。はい、ちゃんとアッパレブ指導を再現しております。でこれもちょっと今はい、このようにして腕を外してあげて、このようにねいろいろ好きなパーツをこうつけてあげて、でなんかねポーズ取らせたりすることとかもできますね。こんな感じで、はい、で顔をこう動かしたりして、こう滑るんで、こうやって足で、なのでこうやってシュッってやってるポーズみたいなのも取らせることができます。いやこれがちゃんとさ、この足についてる状態でもこのちゃんとタイヤがさこう機能してるから、こうやってよーこそここへみたいな、こういうね遊び方もできちゃうっていうね、素晴らしい。でこのベルトもちゃんとこのアッパレブ指導のねあれになってるっていうところとか
素晴らしいですね。本当塗装がね、なんか本当に細かいんですよね。ちゃんとこのマスクのこの若干茶色っぽいやつとかもなんか再現されてたりとかして、もう本当にクオリティが高いなと思いますね。それでは次はこちら、アントレスラー見ていきたいと思います。アントレスラーのワイルドモードはさっきの2つと違って、これ3つがバラバラになってる状態です。このくっついてないんですよね、この状態で。はい。で、これ多分ね、劇中でまだね、このワイルドモードが出てきてないと思うんですよね。この初変身した時最初からこうくっついてたんで、こういきなりビューンって飛んできたとかなかったんでね、多分まだだと思うんですけど、これがどんなね感じの劇中で描かれるのかがちょっと楽しみですけど、このワイルドモードがね、はい、このアリみたいな、ほらこの触覚あって、この顎があるっていうで、足もね見てください、あるっていう、この123っていうちゃんとアリがね再現されてるっていうのが面白いですよね。はい、これもなんかちゃんと手と足らしいです。これ手で、こっち足らしい。うん、でちゃんとこうね自立するっていうはい、ということで合体させていきましょう。これはまずはここベルト外して、これをここの腰にくっつけると、はい、でくっつけてあげて、でちょっとここをこうくるっと回転させて、であげると、はい、でそしたらここ外して、で体にくっつける、はい、でこうなりましたと。そしたらこの部分ですねにこの腕をくっつける、グッとやってあげれば、はい、こうやってくっつきます。でこれめちゃくちゃ注意なんですけど、これ外す時にこのまま横にバッて引っ張ると、ここのね、ちょっと今一旦外しますけど、今僕一回やっちゃって、ここ若干発火ねしちゃったんですけど、これ外す時は絶対この一回下にこう引き抜いてから、このパーツを外側からこう爪とかでこうグッとこう押してあげて、いやこれもちょっとね怖いんですけど、でこう外してあげて、でこう戻すっていう流れが一番安全なんじゃないかなと思いました。このまま横にこう引っ張っちゃうと、これがバキって取れる可能性があるんで、本当にそこは気をつけてください。で反対側もここから、はい、こうやってくっつけてあげて、で最後頭ですね。この頭は後ろからこの下の部分を持ってきてあげて、くっつけてあげれば、はい、これでアントレスラーになります。どうでしょうか。はい、このシールしっかりとアントレスラーになってると。で、そうだ、ちょっと待って、ここ開いてなかった。はい、こう開いてあげると、はい、これで OK ですね。うん。いや、このアントレスラーのこの上半身のごつさ、いいですよね。はい、こんな感じになって、ちゃんと劇中でもプロレスリングでちゃんと戦ってたりして、なんかレスラー感あってよかったですよね。うん、でこの腕がさ、やっぱこのアリになってるのが個人的にデザインとしてめちゃくちゃ好きですね。この触覚があるところとかね。うん、でこうアリ要素ありつつ、ちゃんとゴングみたいなこの、ね、レスラー要素もあるっていうところ、戦い方とかもそうでしたけど、はい、っていうのがすごいいいなと思います。で下半身はもう何もしないっていうこの潔さとかね、はい、いいと思いますね。はい、でいろいろ今回合体させましたけど、ここからなんですよね。まだなんとこの、装着変身シリーズはこの劇中ではないけど、この玩具オリジナルでこう自分の好きなように組み合わせができちゃうっていうところが、売りだと思うんですけれども、例えばこの足を、じゃあこの足何もついてないから、このスチームホッパーの足つけちゃおうとかね。はい、こうやってスチーム、逆にこの右足はあっぱれスケボーにしようとかいうこともできちゃうし、もう本当に自由自在、自分の想像力で、もう無限大のこう可能性を生み出すことができちゃうっていうね、はい、ことになってますけれども、でこの足の裏空いてるから、じゃあこのあっぱれスケボーをちょっとつけちゃおうかなとかね、こう本当空いてるところをもう全部つけちゃおうとかっていうこともできるんですよね。はい、こうやってあっぱれスケボーのこれつけてあげたりだとかで、顔はこのスチームホッパーにしようかなとか、
はい、こうやってほんと自分の好きなようにこうやって組み合わせられる。いやおもろすぎるってこれ。いやめちゃくちゃかっこいいしね、このフォーム。まあ劇中ではねこういうフォーム出てこないんじゃないかなとは思いますけれども、いやこういうねおもちゃとしての楽しさっていうのがねあるのはめちゃくちゃ楽しいですよね。はい。まあということで、いかがだったでしょうか、この仮面ライダーガッチャードの装着変身ということで。まあね装着変身昔のねやつ知ってる人からしたら合金じゃないだろうとかなんかいろいろねなんか違うだろうっていうのはあるでしょうけど、現代に復活させるとしたら確かにこうなるんだろうなっていう気はしました。で遊んでて結構そのポロリとかあとこう組み立てる時にちょっと結構この特にアッパレ武士道がねこう組み立ててる時にガチャーンってこうなってバラバラになるってこととか結構あったんで、その難易度的にはまあちょっと高めだと思います。なのでお子さんがね遊ぶとしたらちょっと難しいかもなとは思いましたね。はい。まあただすごいこういろんなこうね組み合わせられたりとかすごい楽しい要素があるのでおすすめの一品ではあります。はい。ということで、いや今後もねちょっとこの装着変身シリーズ劇中でスーツ出てるやつはちょっと出してほしいなと思いましたよね。例えばディープマリナーとか、あとは多分次これ来ますよね。ゴリラ先生とバーニングネロ、これが多分来ると思うんで、この辺りとかもうちょっと揃ったらね出してほしいなと思いますね。スーツない人たちもいるじゃないですか。これは違うか。例えばこれだ、マッドパイレーツとかはスーツないんで、この踊りマンティスとかねないんで、その人たちはしょうがないんですけど、スーツある人たちはもうぜひ出してほしいなと思いました。装着変身でね。はい。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、TikTok や X のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。